おはようございます。たかしです。本日は7月26日水曜日、ただいま8時28分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。ここのところなんですが、金曜日に強めの陽線が出てから、そこからは今じりじりと下落中。ここから GMMA の青帯を下抜けるような下落になるのか、それとも現在は GMMA の青帯で反発しそうな雰囲気でもありますので、ここから上昇していけるのかというところですね。現在直近の高値からのこういう下落の流れを見ている人たち、こんな感じですね。そして日足の GMMA で反発上昇していくという今は上昇トレンド中ですので、そういう流れを見ている人たちとの間で今は攻防戦が行われておりますので、分かりにくい動きになっているっていうのが現状です。基本的には上昇トレンド中ですが、このトレンドラインですね、この濃いオレンジのトレンドラインを今抜けてきておりますので、やはり上値も重くなってくる、そういう展開に入ってきてますので、現在地付近でのレンジ、揉み合いっていうのを考えておく、そこから上抜けるのか下抜けるのかっていうところを見ておく、そういうタイミングだと思っております。では4時間足です。4時間足では大きな日足での下落に対しての今調整の上昇中なのかなというふうにも取れますし、ここで今上昇トレンドに入っていくのかというふうにも見えます。ただここ直近の動きを見てますと、やはり方向感がなく分かりにくい動きをしてますよね。今は先ほど日足で言いましたように大きな下落を狙っている人たちと、日足での GMMA での反発上昇を見ている人たちっていうのが拮抗しているところですので、今は4時間足のこのレンジを抜けた方についていくのがいいと思います。で、基本的に1時間足とかもそうですが、かなり分かりにくい動きをしてますので、こういう相場ではトレードをしないっていうのがいいと思います。もちろん買い足に落としてトレードをすることは可能なんですが、基本的には難しい動きをしてますので、打っても勝っても負けやすい相場ですので、様子見をする、もしくは分かりやすい通貨ペアを探すっていうのが現在の相場だと思ってます。そして昨日の夕方投稿でも言ってましたが、この GMMA 付近っていうのは底堅い動きをしてますねって言ってました。そこからちょうど反発をしてきましたね。ただこの GMMA 今横ばいですので、当然現在地付近でレンジになる可能性があります。つまり下抜けですね。昨日はたまたまここ GMMA 付近がサポートになって上昇してきてますが、やはりここでのレンジになるということで、 GMMA を下抜けてこの月曜日の安値ぐらいまで下がっていく、180円台ぐらいまで下落するということも考えられますので、その辺を視野に入れながらトレードをするのであればしていけばいいと思います。現在4時間足の GMMA が横ばいですので、4時間足単位でのレンジですね。この辺見ていただいたらわかりますが、直近高値が182円ぐらい、そして安値が180円ぐらいというところでの大きなレンジになってますので、今はそのレンジの中の上限付近にはあるんですが、まだちょっと中途半端な位置にあるので、もう少し上がってくればレンジ上限と考えられるんですけれども、現在地付近っていうのは上がるのか下がるのかっていうのが分かりにくい動きをしがちなところになりますので、その辺は注意が必要です。それでは1時間足です。1時間足の解説に入る前にお知らせです。しばらく休止してました FX テキストの販売を再開しました。7月いっぱいは1割引きで販売してます。また8月から値上げをしますので、購入は今が断然お得です。詳細は概要欄をご覧ください。1時間足見ていただいたらわかりますが、ずーっとそうなんですが、上がったり下がったりの乱高下をひたすら繰り返してます。こういう相場でトレードをすると、やはり負けやすくなりますので、基本は分かりにくいところではトレードはしないっていうのをルールにしておくのがいいと思います。昨日もそうですよね。一旦上がったと思えば、また安値更新をしていて、そこからまた大きく上昇するという、ただの乱高下ですので、この中でトレードをしようと思えばできなくはないんでしょうけれども、基本的には無理なトレードはしないのがいいと思いますので、今はトレード様子見をおすすめします。4時間足の GMMA は横ばいでした。そして今1時間足も横ばいですよね。ですので基本的にはレンジをイメージしておく。そして上がったり下がったりと分かりにくい動きをしてますので、まずは昨日の高値を抜けられるかどうかですね。昨日の高値を抜けてくると、次は4時間足のレンジの上限ぐらいまで来ると思いますけれども、あまり値幅がありませんし、この辺もみ合いになっていますよね。ですので、もし昨日の高値を上抜けてもこの辺でのもみ合いになるとか、それが騙しになって戻されるとかいうことも十分考えられる、そういうような位置になってきますので、やはりもうしばらく様子見がいいのかなと思ってます。もし下落してきた場合ですね、昨日の安値を下抜けた時はこの安値 180.8 ぐらいまで下落する可能性はありますけれども、それもあまり値幅はありませんので、そこもちょっとトレードが難しくなるのかなと。この 180.8 ぐらいを明確に下抜けてくると、この紫の水平線ぐらいまで下落してくると考えますので、そこを見ておくのはいいと思います。180.8 ぐらいを明確に下抜ければ180円ぐらいまでの下落っていうと
ところを見ておきたい。ただし、昨日の高値、安値っていうのを抜ければそこについていってもいいとは思いますが、難しいトレードになりそうですし、あと値幅も小さいので、あまりおすすめはしませんが、トレードするならそんな感じですね。昨日高値を抜けてから、安値を抜けてからの下落についていく、みたいな考え方をしておくといいと思います。基本的には今分かりにくい動きをしてますので、あまりおすすめはしません。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定で夕方にドル円の相場分析を無料でしてますが、プライム投稿という有料投稿もしております。こちらのプライム会員は日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容となっております。丁寧で分かりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方はまずは2週間の無料期間からお試しください。無料期間の利用だけでも確実にレベルアップしていただける自信があります。また、プライム会員は少しハードルが高いという方は YouTube のメンバーシップをお試しください。こちらの動画も基礎力アップのためのものです。環境認識とトレードスキル向上にお役立てください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。